一度きりの人生で幸せになるためにはお金を手に入れるのが手っ取り早いでしょう。婚約者に通帳を見られ、給料が低いという理由で別れを告げられ、金目当てだと明言された。やる気をなくした俺を上司が励ましてくれて、俺の名前は成田敦。25歳の独身でサラリーマンとして働いている。婚約した恋人もいて、かなり順風満帆の人生を送っている。会社では出世頭と期待されるほどではないけれど、それなりの生活はできていると思う。恵まれていると思っていたし、これからもこういう平穏な毎日を送っていくのだろうと漠然と思っていた。そんな矢先に彼女に別れを告げられてしまった。それまで性格の違いや価値観の違いでぶつかったことはなく、それなりに仲がいいと自負していたため、俺にとっては衝撃だった。きっかけはというと、彼女が俺の通帳を見たことだった。手取り15万ってどういうこと？俺としては20代の平均年収と大差はないし、そこまで怒られる理由がわからなかった。俺が理由を尋ねると、彼女はこう言ってきた。ベンチャー企業に勤めているって言っていたじゃない。若いうちから実力さえあれば、高い給料や役職に就けるはずじゃない。高収入で将来が安定だと思っていたから付き合っていたのに、騙されたわ。お金が目当てで俺と付き合っていたのだと知り、ショックを受けることになった。最初から金が目当てだったのか？俺の性格が好きだと言ってくれた彼女の姿を嘘になってしまうのが嫌で、俺がそう尋ねると、彼女はこう吐き捨てた。お金目当てだったのが悪いみたいに言わないでくれる？愛では生きてはいけないのよ。一度きりの人生で幸せになるためにはお金を手に入れるのが手っ取り早いでしょ？勝手に期待して失望しないでよ。あなたにお金を求めた代わりに、私はあなたに愛情を注いだわ。それが偽りや見せかけの愛であれ、あなたには本物に見えていたんだから、恋人としての義理は果たしているでしょ？これまでの幸せだと思っていた日々が虚像でしかなかったと知り、俺は深く絶望した。順調な人生を送っていると思っていた。婚約者の綾乃がいて、彼女との幸せのために仕事も頑張ってきた。綾乃を失った今、俺は何を目的に生きるんだろう。何もしたくないという気持ちだけがそこに満ちていた。やる気を失った俺は職場でミスを重ねてばかりだった。元から器用ではない俺が集中力まで欠けば、ある意味当然の結果だった。何とかしなければという焦りがありながらも、泥沼の中にいるような気持ちから抜け出せなかった。どんなにあがいても光は見えないんじゃないかという諦めだけがそこにあった。対する俺の上司は絵に描いたようなエリートで、出世街道を駆け上がっていった。2歳年上の女性で、少し自分にも他人にも厳しい性格だった。生まれた差はたった2年なのに、どうしてこうも違うんだろうな。俺がため息をついていると、上司はすぐに気づき、声をかけてきた。ちょっと、成田くん。小野さん、仕事中にため息なんかついてすみません。ひどいクマじゃない。寝不足だからミスも多いんじゃない？たるんでいると怒られるのだろうかと思い、肩をすくませた。そこでふと疑問を感じた。仕事でよく関わっている同僚でも気づかなかったのに、この人、よく俺がいつもと違うって気づいたな。言い方こそ強く、威圧的に感じたものの、今の発言も心配しているように取ることができた。日頃は不器用なりに努力しているのに、今はやる気が見られない。何かあったのか知らないけど、仕事はきちんとやりなさい。
会社にとって利益があると思われたからこそあなたは雇われているの。もらっている給料がここでのあなたの価値なのよ。俺の価値か。やっぱり人間の価値って金銭でしか測れないんだろうか。愛では生きてはいけないと言っていた綾乃の顔が思い出された。俺が落ち込んでいるのを察したのか、小野さんはこう言ってきた。相談に乗るから今週末にでも飲みに行かない？はあ、わかりました。正直に言うとあまり乗り気ではなかったが、上司からの誘いだったことや一応俺を気遣ってくれてのことだったので仕方なく行くことにした。小野さんは有能な方で尊敬もしていたが、エリートであるゆえに努力を努力と思わないような厳しさがあり、俺はあまり得意ではなく積極的には関わってこなかった。あまり関わってなかったのにどうして飲みに誘ってきたんだろう。不思議に思いながら週末を迎えた。日頃あまり関わっていないだけに最初はぎこちない空気が漂っていた。しかし先が進んでいくと緊張もほぐれていった。小野さんは徐々に柔らかい表情を見せてくれるようになった。普段の近寄りがたさを感じる表情とは違い、ふわっとした笑顔を見せてくれた。楽しいね。ずっとあなたと飲んでみたかったの。日頃の厳しさはどこへやら素直に甘えてくれていた。こんな様子見たことある人俺だけじゃないか。可愛いしときめいたな。冷たい人じゃないんだな。よく考えたら興味本位で話を聞こうとはせず、俺が話すまで待ってくれているな。この人になら話をしてみたい。俺は心理的な壁を取り払い、相談をしてみることにした。誰かにこの悲しみを分かってほしかった。実は婚約者に振られてしまったんです。相手から金目当てだったと明言されてしまって、出世頭でもないし高収入なわけでもない俺に何の価値があるのかなって。彼女との幸せな生活を求めて働いてきたので、何の目的もなくなってやる気がなくなってしまいました。もちろん仕事である以上真剣にやらないといけないのは分かっていますし、引きずってばかりでもいられないとは思っています。でも一生を共にしようとした相手を失った衝撃がなかなか薄れないんです。小野さんは俺が吐き出す痛みを一切口を挟まずに静かに聞いていた。小野さんは聞き終えると穏やかな口調でこう言った。それは辛かったね。大切な人を失った痛みはなかなか消えないし、世界が一つ終わってしまったような感覚にもなるよね。大切な人に自分を否定されたら、自分の人生自体に価値がないような気がしてしまう。昔に戻って最初からやり直して、その人を取り戻したいと思ったりもするかもしれない。でも人生って一度きりなんだよ。そんな金目当てで近づいてきて、いらなくなったらあなたを捨てるような人に時間を取られるのはもったいないわ。その人の未練にとらわれてあなたの人生を最悪なものにしてしまうくらいなら、その辛さをバネにして見返してやるくらいの気持ちになりなさい。それと人間の価値は金や有能さだけでは決められないわ。見た目の良さ、話術、愛嬌、努力家か要領がいいか、芸術の才能、積極的かおとなしいか、明るい性格か慎重な性格か、優しさ、無邪気か現実的か。これも人の好みによって何を重視するかは変わってくる。だから一人に嫌われたからって自分には価値がないと思うのは早計よ。あなたの人生はあなただけのものよ。誰に遠慮する必要があるのかしら。好きなように生きて自分を誰よりも愛してあげないと。それで離れていく人とは縁がなかっただけのこと。あなたの価値観に同意してくれる人はそばにいてくれるし、
あなたの良さを分かってくれる人は絶対に他にもいるわ。もっといい人がいるから大丈夫。私だって。途中まではしっかりした口調で話していましたが、最後の方は口ごもり、真っ赤な顔で黙り込んでしまった。小野さんの言葉で気持ちが軽くなった。俺が囚われていたことはこんなにも小さなことなのだと教えてもらい、広い世界を見せてもらったような晴れやかな気分になった。俺がトイレから戻ってくると小野さんは眠っていた。寝顔が可愛いな。日頃の厳しさが嘘みたいだ。そうだよな。消耗しているのは俺だけじゃない。この人は俺よりもたくさんの責任を負っているんだから、仕事の疲労は俺の非じゃないんだ。そんな中、俺の異変に気がついて相談に乗ってくれていたんだな。小野さんへの感謝の気持ちが募った。長い時間相談に乗ってもらってすみません。そろそろ解散にしましょう。起きてもらえますか？かなり酔っ払っていたので変な噂が立ったら申し訳ないとは思いながら自宅へと連れ帰った。朝起きると部屋にはいい匂いが立ち込めていた。綾乃が去ってからすさんだ生活を送り、きれいとは言い難かった部屋もきれいに片付けられていた。おはよう。そして小野さんの笑顔が目の前にあった。昨日は飲みすぎちゃった。あなたをねぎらう飲み会だったのに介抱させちゃってごめんね。お詫びにご飯作っておいたから。お口に合えばいいんだけど。わざわざ作ってくださったんですね。ありがとうございます。お客様なんですからゆっくりしてくださってよかったのに。ちょっと食べてみて欲しかったのもあるから気にしないで。俺たちは小野さんの作ってくれた朝ごはんを食べながら穏やかな時間を過ごした。この人とプライベートで付き合ったらきっと穏やかで楽しい時間を過ごせるんだろうな。考えてみたらそれは何とも理想的な生活のように思えた。月曜日、緊張しながら俺は出社した。一つは小野さんとの距離感が明らかに縮まったことでどう接したらいいのかわからなくなってしまったせいだった。もう一つはある決心をしたからだった。しかしそんな俺の心配とは裏腹に小野さんの態度はいつも通り淡々としていた。まるで休日の出来事はなかったかのようになっていて、なんだか悲しくなってしまった。あれが現実であろうがなかろうが何も問題ないじゃないか。悲しむ必要なんてないはずだ。元の生活に戻っただけのはずだろう。距離感が近づいたというのが勘違いに過ぎなかった。そのことがすごくショックだった。そしてショックを受けている自分にも動揺した。どちらにせよ俺があの人の言葉に救われた事実はなくならないし、俺の決意も揺らがない。俺は会社を辞めるために辞表を出すことを決意した。小野さん、お時間よろしいですか？俺は小野さんを呼び出した。ごめんなさい。そっけない態度をとっているのは分かっているんだけど、どんな風に接したらいいのか分からなくなっちゃって。いつも通りで構いませんよ。いきなり親しげに話し始めても周りから不思議に思われるでしょう。悩みを聞いてくださってありがとうございました。おかげですっきりして決断できました。俺がそう言って辞表を差し出すと小野さんは目を見開いた。しばらく考え込んでいたが小野さんはそれを受け取った。わかったわ。それがあなたの選択ならば仕方がないわね。予想以上にあっさりと受け取ったのでこちらとしては拍子抜けだった。そうか、俺は引き止められることをどこかで期待していたのか。こうして俺のサラリーマン生活はあっけなく終わった。退職したとはいえ無計画に辞めたわけではなかった。
好きなように生きろという小野さんの言葉に励まされ、俺は温め続けてきた夢を叶えることを決めた。夢を叶えるために俺は必死で働いていた。そんなある日、ドアのチャイムが鳴った。めったに来客が来ないため、珍しさを感じながら玄関に向かった。やめてきちゃった。あなたのことをサポートしたいと思ったから。もう自分の気持ちに嘘をつくのはやめにしたいの。はい、どういうことですか？俺は鳩が豆鉄砲を食ったような表情を浮かべながら呆然と小野さんを眺めた。実はあなたのことが昔から好きだったの。だけどあなたには婚約者がいるって知っていたから諦めていたの。相談された時も弱っているところにつけ込むのも卑怯だと思ったから何も言わなかったの。俺なんかのどこを好きになってくれたんですか？あなたは覚えていないかもしれないけど、私が体調を崩して動けなくなっていた時、声をかけてくれたのよ。大丈夫ですかって言って背中をさすってくれたの。申し訳なかったが、俺は覚えていなかった。俺の両親は俺によくこう言って聞かせてくれた。人にやってもらったことは覚えておきなさい。でも自分が人にしてあげたことは恩に着せず、すぐに忘れるようにしなさい。同じく人にされた嫌なことは忘れて、自分が人にやってしまったことは覚えておきなさい。二度と同じ過ちを繰り返さないように胸に刻んでおきなさい。俺はそんなことを言える大人になりたいと思って、今日まで自分の手の届く範囲の人を助けるように心がけていた。すみません、記憶になくて。いいのよ。私が恩を感じていただけだから。そういうさりげない優しさを見て好きになったの。だから今度は私があなたを支えたいの。正直、人手不足は感じていたし、小野さんに対する苦手意識もなくなっていた俺は、その提案に乗らせてもらうことにした。小野さんのおかげで開発したソフトウェア事業は軌道に乗り、売り上げは右肩上がりになった。ベンチャー企業での経験を生かして小野さんも営業をしてくれた。二人三脚で頑張ったおかげで俺の起業した小規模な会社は成功し、今では一流の企業と取引できるまでに成長した。その成果のおかげで大企業から大きいパーティーに招待された。俺たちは大歓喜し、喜び勇んで出席した。そこで元恋人である綾乃との再会を果たすことになった。主催先のホテルで働いているようだった。綾乃は俺の姿を見るなり見下してきた。月収15万の男がなんでここにいるのよ。場違いだからさっさと失せなさいよ。誰も貧乏人には用はないのよ。この方はパーティーの主催者ですよ。は？なんで？どうして？あんなに貧乏だったあんたが参加できるはずないでしょ？勘違いしているみたいだから教えるけど、あれは副業の収入だよ。副業の収入が軌道に乗ってきたから本腰を入れたんだ。そしたら成美さんの支えもあってそれなりに成功したんだ。小野さんとの距離は今度こそ明確に縮まり、今では名前で呼び合う仲になり、敬語もなく話すようになった。綾乃は逃がした魚は大きいと悟ったのか、いきなり俺とよりを戻そうとしてきた。ねえ、私たち相性悪くなかったじゃない？私もあなたに癒しを与えられるように頑張るからやり直しましょうよ。どう穏便に断ろうかと悩んでいると、横から入ってきた成美さんがうまく退けてくれた。私たち結婚するので。綾乃は悔しそうにはがみしながら去っていった。夢を叶えたいという気持ちが大きかったけど、綾乃を見返したいとも少し思っていた。お金以外にも自分には価値があると思いたかった。
今回の件で俺はようやく綾乃に振られたことから完全に立ち直ることができた。あんな嘘を言ってごめんね。お金目当てだって明白だったからつい追っ払っちゃった。いや、おかげですっきりしたよ。あながち嘘でもないし。付き合おうという具体的な言葉こそなかったものの、距離感は恋人のそれだった。仕事をしていくうちに自然と距離が縮まり、手をつないだりプライベートで出かけるようになった。それから数年も経っていて、お互いの気持ちが薄れていないことは分かっていたから結婚も考えてはいた。え、嘘じゃないってどういうこと？俺はついにこの時が来たと思いながら言葉を紡いだ。事業が成功したら言おうと思っていた。誰よりも俺を支え、俺を癒してくれた成美さん以外と公私ともにパートナーになることは考えられなかった。俺と結婚してください。仕事だけじゃなくプライベートでも支えてくれた成美さんと結婚したいと思っている。成美さんが俺が落ち込んでいた時や挫折していた時、支えになってくれたように、俺も成美さんが困った時に一番近くで支えになれるようになりたいんだ。成美さんはもちろんだと承諾してくれた。人生最高のパートナーとこれからも公私ともに支え合っていきながら充実した日々を送っていこうと思う。